大和型戦艦は戦艦の主砲としては世界最大の46サンチ砲を備えた巨大戦艦として知られていますが、1番艦の大和、そして2番艦の武蔵に続いて改良型やより大型化した建造計画が存在していました。本日は幻の存在で終わってしまった海大和型戦艦、超大和型戦艦を中心に大和型戦艦の歴史のイフに迫ってまいります。模型制作の参考になれば幸いです。大和型戦艦3番艦の信濃は最終的には戦艦ではなく航空母艦として竣工しながらも、竣工からわずか2週間で沈没してしまった悲劇の巨大空母として知られています。この姿は信濃が戦艦として完成した場合の想像図になります。信濃を戦艦として完成させるためには開戦時期そのものを遅らせる必要がありますが、その場合両舷にある副砲は維持されたと考えられ、おおむね竣工時の大和と同じような艦用だったと推測されます。主砲や副砲については大和型と全く同様ですが、武装に変更があるとしたら広角砲です。1943年頃の資料では98式13地広角砲、いわゆる超13地広角砲の搭載が計画されており、この点は大和との相違点になったかもしれません。大和との大きな外見上の違いはないものの、船の内部については改良や設計の最適化が行われており、例えば大和は仮想敵に対して減速走行が過剰すぎたため、信濃では減速走行を 10mm 削り、磁気機雷や魚雷に対しての水中防御、特に艦艇防御は30底となるなど、かなりの改良が施されています。また副砲の防御力も強化されており、特に爆弾に対しての対策が充実しています。戦艦信濃は大和で不足していた司令部機能の充実や艦橋のレイアウトの抜本的な変更が行われており、連合艦隊の旗艦としてふさわしい能力を得る計画でした。外見的な差は大和とそこまでない信濃でしたが、内部の設計変更が多岐に及んだことで、大和型戦艦として一線を画した信濃型戦艦と呼称されることもあります。第111号艦は大和型戦艦の4番艦です。戦後の書籍によっては信濃型戦艦2番艦として呼称されることもある通り、基本的には戦艦信濃と同様な設計で、艦用も大和や武蔵と大きな差はありません。信濃と同様に第111号艦にも新型の超実産地広角砲が搭載されたと考えられますが、本来信濃型戦艦に搭載される超実産地広角砲は戦艦用のシールドが新たに設計される予定で、厳密には98式 10cm 広角砲 A 型海山と呼ばれていました。この戦艦用の広角砲は駆逐艦秋月や空母大砲のものとはかなり異なる形状であったと推測されます。第111号艦と戦艦大和で大きな差になったと考えられるのは大和坂と呼ばれる傾斜で、これは艦の重心を下げる効果を狙ったものでしたが、両派性の問題を指摘する声もあり、信濃と第111号艦では傾斜が緩められていたのではないかという意見も存在しています。また第111号艦が竣工するのは1945年以降になることは確実であり、その場合電炭の更新も行われていたと考えられます。この325電炭は開発中に連合艦隊が壊滅してしまったこともあり、終戦までに実用化を果たせませんでしたが、従来の225電炭の改良型として順次艦隊に配備される予定でした。しかし325電炭は性能の代償として重量がかさむという欠点があり、実際に搭載された場合は艦橋の外に何かしらの施設を拡張する必要があったかもしれません。このように大和型戦艦の改良型である信濃と第111号艦でしたが、第111号艦の建造が開始されたのは1940年11月で、その後対米戦の開戦が確実なものになっていった時点で戦艦としての完成は早々に断念されています。空母として改装されることで艦としての命脈を保った信濃とは異なり、第111号艦の建造工程は 30% 程度と完成には程遠い状態でした。交渉側は船体規模を縮小した上で航空母艦として完成させることも主張しましたが、結局これも断念されると解体が決定します。なお解体された第111号艦の建造資材は伊勢型戦艦の改装や信濃の改装、さらに空母信用などの建造に活用されることになりました。また第111号艦の艦名にはキーが用いられた可能性が高いと考えられています。艦隊整備案の丸4計画では信濃と第111号艦の建造が計画されましたが、次なる丸5計画では
さらに1隻の46産地砲搭載の戦艦の建造が計画されました。この戦艦は計画番号で797号、あるいは海110号艦型という名称が残されていますが、便宜上海大和型戦艦と呼称されることが多い船です。797号艦は1941年12月の開戦の段階ですでに建造が中止されており、残された資料はほとんどありません。これからは架空戦機のような話になってしまいますが、海大和型戦艦は戦艦信濃を改良した設計であると考えられ、おおむね大和と同様な艦用を保ったと考えられます。信濃との最大の違いはおそらく副砲で、信濃では両舷にある副砲が維持されたのに対して、海大和型戦艦では広角砲に変更されたと考えられています。一番艦の大和では1944年に実施した対空兵器強化によって副砲を撤去して広角砲を搭載しましたが、この武装のレイアウトは海大和型戦艦で検討された配置を参考にしていたのかもしれません。戦艦大和の設計では副砲を搭載せずに広角砲を多く搭載すべきという意見も見られましたが、日本海軍は米海軍に比べて数的劣勢のため、相手の補助艦との戦闘も想定されており、戦艦の副砲はしばらく維持する方針で、海大和型も副砲2機は残されたと考えられます。ただ、大和型戦艦に搭載された副砲は、もともと最上型軽巡洋艦から流用されたもので、順当にいけば第111号艦に搭載すると全ての砲を使い切る計算になります。そのため、海大和型戦艦では新たに設計された副砲が搭載された可能性も大いに考えられます。海大和型戦艦の最大の特徴は防御力の強化で、大和型戦艦の特徴である集中防御方式が見直されており、艦首部分の無防御区画に水雷防御重壁を追加して、魚雷に対しての抗単性を高める計画でした。さらに重油タンクの配置が変更され、燃料タンク内の重油を前後に移動し、縦傾斜の補正に利用するという新たなダメージコントロールのシステムが採用予定でした。また大和型戦艦は副舵のみで送艦することができないという問題があり、艦首方向に2枚の補助舵を設置して操舵を補助するという計画が存在していました。この案は時間的な制約から実現できず、海大和型戦艦では艦首舵の実現が達成されたかもしれません。海大和型戦艦の艦名は不明ですが、キーという名前が付けられた可能性もあります。超大和型戦艦は現存している資料の中で帝国海軍最後の戦艦建造計画で計画番号 F150 が与えられています。いわゆる超大和型戦艦における初期の案は51産地3連装砲を3機搭載し、速力30ノットを目指した10万トン型です。もしこの計画が実現されれば、大和型と似た艦用を維持しつつも構造物はさらに巨大なものとなり、竣工時期から考えても高い対空能力や新型電弾、あるいは回転翼機の運用など艦載機にも大きな変更が加えられたと考えられます。超大和型戦艦最大の特徴は51産地砲で、砲身の重量は227トンに達しました。これは大和の主砲であった46産地砲の砲身重量167トンを大きく上回るものです。また、砲弾の重量は長門型の2倍、大和型の 1.3 倍と計算され、もし51産地砲が実現されれば、砲光エネルギー量は1560ジュールに達しました。これは米戦艦の16インチ砲の砲光エネルギー 914.4 ジュールに比べても圧倒的に高く、モンタナ級含めたあらゆる米戦艦の主要区画を距離 30km から貫通可能でした。また、対 51cm 砲防御が採用されれば、改良型の16インチ砲でもおおむね 15km に接近されるまで主要区画をぶち抜かれる可能性は低く、海戦では大きなアドバンテージを得たと考えられます。しかし、10万トン型の51産地3連装砲は旋回重量が課題で、主砲バーベットの直径の肥大化、さらに火薬庫容積の増大によって船そのものの幅が大きくなることは必至で、全長300メートル、満排水量は10万トンをかなり超過することが確実となってしまいました。このような大和型戦艦を大きく上回る巨艦の建造は当時の日本国内にある設備では不可能で、この建造計画は順次縮小を余儀なくされてしまいます。超大和型戦艦8万5000トン型は、1941年初頭に新たにまとめられた10万トン型の改正案で、51産地連装砲を4機搭載が計画されました。51産地砲の搭載の代償で、
防御すべきバイタルパートが広がったことで、船の中心線上にある副砲は廃止されたと考えられていますが、その場合副砲は原則に配置された可能性も考えられ、片舷につき2機から3機搭載されたかもしれません。この8万5000トン型は連装砲の採用により全幅の肥大化が避けられており、当時の日本の造船設備で建造可能な最大規模の艦でした。実際に大分県日出町付近に新しい工廠とドックを建造する計画があり、この工廠は2隻目の超大和型戦艦の建造を行う予定だったという話があります。ただ、この情報は書籍では確認できず、真相は不明です。しかし仮に建造できたとしても、艦の維持のために必要な設備のある港湾施設が制限されることは確実で、建造難易度や運用上の課題へのコストがかさむことから、超大和型戦艦はさらなる船体規模の縮小が求められることになります。超大和型戦艦7万トン型は8万5000トン型の縮小案で、実際に F150 という計画番号が与えられています。7万トン型は管制本部側が実現可能案として提案しており、大和型と同等の船体に51産地連装砲を3機搭載したことで、おおむね大和型と同じような艦用を保ったと考えられています。船の中心線上の副砲は廃止されたと考えられますが、代わりに広角砲が搭載されることもあり得たと思われます。また、海大和型からさらに発展した対空兵器に更新されていた可能性もあり、超実産地砲に加えて、実際に1945年に正式化された5式広角砲などが採用されたかもしれません。重量の増大に起因する速力の低下を抑えるため、超大和型戦艦では機関関連の設備も更新された可能性もあります。もともと、大和の機関に採用も検討されたディーゼル機関の採用や、戦前から海軍では新型タービンの設計も行われていたという階層もあり、超大和型は高速を発揮することは無理としても、大和と同等な速力27ノット程度は得られる可能性は十分考えられます。ただ、船体を大和型戦艦と同様に抑えたことによる51産地連装砲3機では、交互射撃を実施することができる最低限の砲門数で、これには傭兵側には不満が残ったと考えられます。実際にマルゴ計画で建造が予定された、いわゆる超高順は早々に建造が決定したのにもかかわらず、超大和型の設計の決定が遅れたのはこのためかもしれません。戦艦大和と同等の船体に収めることで、現実的な規模に落ち着いた超大和型戦艦でしたが、戦艦大和は46産地砲を搭載する戦艦としては船体規模がむしろ小さく、船体強度に余裕がないため、51産地砲の運用には耐えられなかった可能性もあります。この場合、船体設計の見直しを行う必要があり、超大和型戦艦は大和とは外見的にも大きな違いを生んでいくことになったかもしれません。超大和型戦艦と考えられるのは、マルゴ計画における第798号、第799号艦の2隻でしたが、近年の研究では51産地砲を搭載したのは799号艦のみで、798号艦は46産地砲を搭載したのではないかという見解も存在します。超大和型戦艦の名称は諸説あり、尾張やキーといった名前が候補に考えられています。日本戦艦の計画艦には、キーがいくつも出現する傾向があり、これは戦艦キー多すぎ問題として広く知られています。さて、このような超大型艦の建造は膨大な時間が必要で、軍事戦略上、平時に行うべきもので、戦争へ突入しようとしている情勢下では現実的な計画とは見なされませんでした。超大和型戦艦の建造は1941年秋頃には全て中止となり、幻の計画となってしまったのです。51産地砲の開発は戦後を見据えて一応続けられましたが、ミッドウェー海戦の敗北を受けてこちらも中断され、実用には至りませんでした。大和型戦艦とその発展型は、大和、武蔵、信濃、第101号艦、海大和型戦艦、超大和型戦艦2隻の合計7隻の建造が計画されましたが、仮想敵だったアメリカ海軍はノースカロライナ級に始まり、合計17隻の戦艦の整備を目標としており、数の劣勢を覆すことは困難と言わざるを得ない状態でした。日本はワシントン・ロンドン軍縮条約の脱退以降、アメリカの8割程度の艦艇数を保持し抑止力を維持できると考えましたが、これらは完全に甘い見積もりであり、時間の経過によって日米の戦力差は絶望的になることは確定的でした。
この現実は当時の国策に大きな焦りを生み出す一因となってしまいます。超大和型戦艦と51産地砲の採用は米国との堅艦競争敗北に対する技術的な回答だったのです。はい、やっぱり次世代の戦艦の手法といったら51産地砲ですよね。いや、おぼろげに浮かんできました。46という数字が。ということで、おまんじゅうたち、46産地砲持ってこーい。おまんじゅうたち後で共有しておきます。この動画への高評価や、我がチャンネルの登録も皆様よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さよならさよならさよなら、バイバーイ。